GU ユニクロの定番アイテムに合わせて夏の編み物の計画を立ててみました。こんにちは、お手紙ヤギです。そろそろ夏物のウェアを編みたいなということで、この夏の編み物の計画を立ててみる動画なんですが、今回は自分が普段着ている GU とかユニクロの夏服に合わせてコーディネートに組み込みやすいパターンっていう切り口で上のパターンをいろいろ探してみました。よくやるコーディネートを3つ例に出しながら、それぞれに合わせたいパターンをいくつかピックアップしてご紹介していきます。手持ちの糸で合いそうなものはスワッチも編んでみました。あと、合う糸が手持ちでなさそうな場合は、糸データベースを使って合いそうな糸を探してみました。全部で16個のパターンをご紹介しますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは始めましょう。まず一つ目によくやるのが、こういうタイプの、これはユニクロのレイヨンブラウスという商品なんですけど、こういう感じのシャツをオーバーサイズで羽織って、中はインナーにノースリーブっていう、こういう感じのスタイルを結構夏はよくやります。この下に着るノースリーブを手編みで作ったものを着たいなと思ったので、キャミソールとかタンクトップのパターンを探してみました。一つ目はリーカトップというローザ P さんのデザインです。こんなシンプルなプレーンな形のもので1枚持っていると便利かなと思ってこれを選んでみました。太めのリブでゆとりが0からマイナス2センチと書いてあるので、少し体にフィットするようなサイズ感なのかなと思います。で、指定糸はウールとテンセルっていうちょっとくたっとした風合いになる素材の糸で、同じような質感の糸を使用するとサンプル画像のような土地感のあるリラックスした雰囲気の仕上がりにできるのかなと思っています。このパターンは手持ちで合いそうな糸がないので、後ほど糸を探してみようと思います。2つ目はキャミソールナンバー5というマイフェイバリットシングスさんのデザインです。リーカトップのような形もいいんですけど、このパターンのようなアメリカンスリーブと呼ばれる首元が詰まっているタイプだと、この辺が気にならないのでいいかなと思って選んでみました。こちらも編み地は太めのリブで、ゆとりは特に記載がなかったんですが、サンプルを見た感じではリーカトップと同じくらいのちょっとフィット感があるイメージなんですかね。で、指定糸はメリノ 100% なんですけど、私は真夏にも着たいと思ったので、合いそうな夏糸に置き換えて編んでみたいなと思っています。太さはライトフィンガリングでゲージ30目ということで、これはスワッチを編んでみました。2種類のスワッチを編んでみました。このパターンのラベリーのプロジェクトの中にアメリスのパレードで編んだプロジェクトがいくつかあったんですね。なのでパレードで編めるのかと思って、うちにもパレードのこのホノルルという色があったので試し編みをしてみました。それがこんな感じです。パレードで編んだプロジェクトの詳細を見てみると、着ていたらすぐ伸びてしまったって書いてある人もいたので、そのあたりも感触を見たくて実際に編んでみたんですけど、確かにパレードはすごく柔らかい糸なので伸びそうではありますね。でもその分すごく着心地は良さそうだなと思いました。あともう一種類別の糸でも編んでみたんですけど、こっちは、このミルキーリリーという、これは丸安ケイトさんで購入した工業紙です。見た感じでわかるかどうかなと思うんですけど、これは、硬めのコットン素材の糸なので、パレードとは全然違う質感のこんな感じになりました。
これだとパレードよりは全然しっかりした編み地で型崩れはしにくそうなんですけど、あとちょっと接触冷感に近い感覚があるので、結構熱くなってきても切れそうな感じですね。なのでこの2つでどっちで編むか考えてみようと思います。3つ目はピキャミソールというナビタジュレさんのデザインです。太めの肩紐はプルオーバーのネックのような作りになっていて、形としてはアメリカンスリーブのタンクトップに近いですね。編み地はメリヤス編みで、さっきのキャミソールナンバー5と見比べると、キャミソールナンバー5の方が少しカジュアル寄りで、こちらはよりエレガントな感じがしました。で、サイズ感はゆとりの記載は特になかったんですが、サンプルの感じだとこれもやはりジャストフィットくらいかなと思います。指定糸はメリノ 100% とか、これも冬糸系だったので、私は夏糸に置き換えて編んでみたいなと思っています。太さはフィンガリングです。ゲージが31目ということで、このパターンも合いそうな糸を後で探してみようと思います。4つ目はクタートップ、サリー・ノルドランドさんのデザインです。こちらは肩紐が細いスタンダードな形のキャミソールです。ここら辺に複雑で繊細な透かし編みが入っていて、シャツを羽織った時にこの辺の模様が映えそうだなと思いました。キャミソールなんですけど、デコルテが開きすぎてないのもいいなと思いました。サイズ感はゆとりが0のジャストフィットの設計です。指定糸はメリノウールとリネンのブレンドで、説明欄ではコットンやビスコースやリネンがおすすめって書かれています。太さはフィンガリングでゲージは24目です。これは手持ちで編めそうな糸があったのでスワッチを編んでみました。この糸は、糸はこの糸なんですけど、この糸は、前回の動画で詳しくご紹介しているんですけど、コットンコンのリリヤーンで、こんな感じのちょっと変わった色合いの糸です。これは後染めといって、糸の状態にしてから色を入れているやつなんだそうで、近くで見るとこんな点描のような感じに色が入ってるんですけど、離れてみるとなんかセミソリッドみたいな風に見えるので、レース模様を邪魔することがないかなと思ってこの糸で試し編みをしてみました。どうですかね。こんな感じです。はい。そして最後5つ目なんですが、フライングホームトップ。こちらはアイヌール・ベルキンバエワさんのデザインです。これも形的にはスタンダードなキャミソールなんですが、胸元にタックが入っていて、これもシャツを羽織った時にこの辺が映えそうだなと思って選んでみました。このタックで作られたこういう三角形のフォルムは、渡り鳥が群れで飛んでいる時の V 字の隊列の形をイメージしているらしいです。だからフライングホームなんですね。サイズ感はゆとり10から15センチになっています。指定糸はコットンとリネンのブレンドで、太さはフィンガリングでゲージが26目です。サイドウェイというこう横向きに編んでいくスタイルの編み地みたいですね。ということで全部で5つのパターンを候補にしてみたんですが、手持ちで合いそうな糸が見当たらなかったパターンが3つあったので、リーカトップとピーキャミソールとフライングホームトップ、この3つについて合いそうな糸を糸データベースで探してみようと思います。糸データベースっていうのは日本防具社さんが運営している編み物というウェブサイトでまとめられている、多分国内で購入しやすい手編み糸のデータベースなのかなと思います。で、まずリーカトップなんですけど、これが指定糸がフィンガリングでゲージ28目の糸で、くたっとした質感になる
リオセルっていう素材が入っていました。なのでそれに近い素材のものがあればいいなっていう感じで、まずはざっくりした条件で探してみました。この糸データベースは素材とか重さ、長さ、太さとかいくつかの条件で絞れるんですけど、とりあえず季節を春夏に設定して、推奨ゲージを、指定の28目から1目ずつぐらい前後に余裕を持たせて、27目から29目という条件にして検索してみました。で、ヒットしたのがこんな感じだったんですが、この中で一番良さそうだなと思ったのがこのイサガーのトリオです。このイサガーのトリオという糸が 50% リネン、30% コットン、20% リオセルということで、指定糸と同じリオセルという素材、くたっとした質感が出るというリオセルが入っていたので、これがいいかなと思いました。あとは色味的にも渋めのナチュラルカラーの展開で、このパターンの雰囲気に合いそうだなと思ったのもあります。で、私はこれを L サイズで編みたくて、そうすると糸が 1200m 必要なんですね。で、トリオだと全部で4玉必要ということで、参考までにアミリスさんでトリオ取り扱いがあるので、お値段を計算してみたら約7000円っていう感じになりました。で、2つ目に探すのがピキャミソールの合いそうな糸なんですけど、このパターンの指定糸がメリの 100% でフィンガリングでゲージが31目になる糸です。私は似た感じの柔らかさがある夏糸に置き換えたいので、条件をさっきと同じ季節を春夏にして、ゲージを指定の31目から前後1目ずつ余裕を持たせた30目から32目で探してみました。で、ヒットしたのがこんな感じになったんですけれども、この中で一番いいなと思ったのがこの沢田イットさんのコネリという糸です。この糸はリネン 60%、コットン 40% ということで、リネンなんだけどコットンが入っているので柔らかさがあるかなと思いました。それと色もカラフルなビタミンカラーが中心で、このパターンの雰囲気と合いそうかなと思いました。で、私は、編みたいのは L か XL サイズで 925m 必要なので、小練りで換算すると5玉必要になります。で、沢田イットさんのオンラインショップでお値段確認したところ、約4000円ぐらいの予算になります。これは安いですね。で、3つ目のフライングホームトップに合いそうな糸を探すんですけど、こちらは指定糸がフィンガリングでゲージが26目。で、素材がコットン 30%、リネン 70% くらいの素材の糸を使っているので、この指定糸と太さとか素材が近い糸を探してみました。条件はさっきと同じく季節を春夏、ゲージを指定の26目から1目ずつ前後に余裕を持たせた25目から27目で探してみました。で、その結果がこんな感じです。結構ね、いっぱい出てきたんですけど、その中でいいかなと思ったのがこのイサガーのボブリンっていう糸ですね。この糸がコットン 65%、リネン 35% というコットンが少し多めなんですけど、素材の組み合わせとしては似た感じの糸です。で、私はこのパターンはサイズ4で編みたくて、そうすると 870m 必要ってことなんですね。なのでボムリンで計算すると5玉必要になりました。ってことで、この糸はアムヒビさんで取り扱いがあるみたいなので、
アムヒビさんのオンラインショップでの値段で計算してみたところ、約7000円という予算になりました。2つ目に夏によくやるコーディネートが、こういう感じのノースリーブのワンピースとか、こんな半袖のワンピース、それぞれ GU とユニクロの夏の定番のワンピースなんですけど、こういう半袖とかノースリーブのワンピースを家にいるときにすごいよく着ていて、それでちょっと近所のコンビニに行くくらいだったら上にさっと何か羽織って出かけちゃうっていうワンマイルウェア的なスタイルを本当によくやっています。で、出かけるときにちょっと上に羽織るものを手編みのもので、もうちょっとお出かけできるスタイルになるくらいのものを編みたいなと思って、メッシュワークとか透かし編みの羽織物を探してみました。まず一つ目がコランカーディガン。レベッカ・クローさんのデザインです。これがメッシュワークのカーディガンで、シンプルでメッシュの穴が大きすぎなくて露出感がそんなになくて1枚持ってると何かと便利そうだなと思いました。このパターンはネックが V ネックとラウンドネックの2つのオプションが選べて、袖も長袖と半袖の2種類から選べるようになっています。サイズ感はゆとり2センチから8センチということです。で、指定糸はウール 100% のウーステッドの糸が指定になっているんですけど、私はこれをコットン素材に置き換えて夏向きに編んでみたいかなと思っています。で、そうすると手持ちでは合いそうな糸がないので、後ほど探してみようと思います。2つ目は、アイリスというメロディー・ホフマンさんのデザインの透かし編みのボレロです。このパターンは説明欄を見てみると、往復編みでまっすぐストールのように編んでいって、最後に袖のところを閉じはぎしてボレロに仕立てているようです。後ろ姿がすごい綺麗なレース模様になっていて素敵だなと思ったんですけど、ボレロなので袖下がゆったりしていて楽に涼しく着れそうですよね。指定糸はウールとシルクの混合の糸で、太さはライトフィンガリングです。で、この指定糸はこのね、手持ちの糸の中でまたって感じなんですけど、ソワイレーヌがすごい近いんですよね。なのでソワイレーヌでスワッチを編んでみました。こんな感じになりました。ゲージはパターンの模様編みのゲージになっていて、私はまだこのパターンは購入してないので、代わりにこの志田ひとみさんの模様編み集の本の中からこのパターンの模様に近いものを探してその模様で編んでみました。それが、こんな感じです。結構近いと思うんですよね、この模様が。で、ゲージ的にもソワイレーヌで編んだものがすごいいい感じになったので、なのでこのパターンを編むとしたらこの糸で編んでみようかなと思っています。3つ目はオーミという小宮瑞穂さんのデザインです。こちらはメッシュワークや透かし編みではないんですけど、細いリネンの糸でシースルーな感じの編み地になっています。で、繊細で可愛すぎない模様が私くらいの年代でも気遅れせずに着れそうで、ちょっとかしこまったような場面でも着ていけそうなくらいの上品な雰囲気があるなと思いました。こちらのパターンはアミリスさんのトラベルというパターンブックに掲載されていたパターンだったんですけど、最近単体でもラベリーで購入できるようになったみたいですね。で、指定糸はアミリスのワンダーラストリネンです。4つ目の候補は、王道中の王道なんですけど、広瀬みどりさんのラナンキュラスです。このパターンの夏糸を使ったバージョン、このサンプルの感じに編んでみたいなと思ってこちらを候補にしました。このサンプルの糸はシルクツイードヤーンって書いてあるので、多分指定糸の
中のタッサーツイードっていう糸だと思うんですけど、シルク 100% のライトフィンガリングの糸です。こういう感じの糸で編むと透け感のある夏にぴったりなウェアになるんですね。で、こちらは手持ちの糸で2種類良さそうなのがあったので、2種類の糸でスワッチを編んでみました。こんな感じです。一つは、こちらは、DMC のナチュラリネンという糸です。この糸です。これが、リネンがメインのシャリ感のあるすごく涼しい感じの糸なんですけど、これはラベリーのプロジェクトの中にこの糸で編んだっていう人が何人かいて、これはうちには着分はないんですけど、スワッチを見て良さそうなら買い足そうかなと思って編んでみました。こんな感じです。これすごいいいですね。ちゃんと涼しい感じだし、あとすごいしなやかで柔らかいです。これで編んだらサンプルに近い感じに仕上がりそうだなと思いました。で、もう一つはこちらなんですけど、これはこのマリアスケイトさんの工業紙を使って試し編みしてみました。これはちょっとなんていうか、若干麻紐みたいな感触の、ウェアにはちょっと硬すぎるかもしれない、こんな糸なんですけど、なんか細くて色とか質感もサンプルに近い雰囲気をもしかしたら出せるんじゃないかなと思って試してみました。で、編んでみた結果がこんな感じです。やっぱりちょっと硬いかなっていう感じではあるんですけど、一旦こっちの糸だったら着分ありそうなので、この糸で編んでみてもいいかなと思っています。はい、そして5つ目の候補がデチェーンというレイラ・レイブンさんのデザインです。これは透かし編みでゲージもローゲージに編んでシースルーにしているプルオーバーですね。ちょうどサンプルもノースリーブのワンピースの上に重ね着していて、コーディネートのイメージがしやすかったです。この写真だと分かりやすいんですが、かなり身幅があるボックスシルエットで、肩も身幅の分すごい落ちてるドロップショルダーなので、めちゃくちゃゆったりしていて、暑い時期に着ていても楽かなと思いました。指定糸はリネン 100% のアランウェイトの糸になっています。で、これも手持ちでは合いそうな糸がなかったので、このパターンも後で糸を探してみようと思います。で、6つ目、最後の候補が、アウトライン T という、ジェシーメットデザインズさんのデザインです。これはメッシュワークでも透かし編みでもないんですけど、デコルテが結構開いていて、丈もクロップドで、デザイン的にワンピースの上に合わせやすそうだなと思いました。指定糸はコットンとリネンのブレンドのフィンガリングの糸で、ゲージ22目です。身ごろのこの真ん中の部分とここの端の部分に入っている透け感のあるラインがちょっとしたアクセントなんだけど、すごい効いていて涼しげかつおしゃれでいいなと思いました。で、個人的にはこれは結構派手めな色で編んだ方が可愛いんじゃないかなと思いまして、手持ちの糸でこのさっきキャミソールナンバー5というパターンでも試し編みしていたこのマリアスケイトさんの工業紙ミルキーリリーという糸でスワッチを編んでみました。で、こっちはメリアス編みの編み地のスワッチを編んでみたんですけど、こんな感じです。これ多分指定のフィンガリングより細い糸だと思うので、編み地はこんなちょっと透け感が強めになっちゃうかなっていう感じなんですけど、このね、目の覚めるようなビタミンカラーがすごくこのパターンに合いそうだなと思って試してみました。はい、ということで、
手持ちで合いそうな糸が見つからなかった、3つのパターン。コランカーディガンとオウミとデチェーンについて合いそうな糸を探してみました。でまずはコランカーディガンなんですけど、このパターンは指定糸はウール 100% のウーステッドの糸だったんですけど、コットン素材に置き換えて編みたいので、条件の素材をコットンにして、このパターンのゲージはメッシュワークの編み地のゲージなので、今回はゲージではなくて糸の太さで条件を絞って、ウーステッドだったので、ミディアムと並太にチェックを入れて検索してみました。で、検索結果がこんな感じだったんですけど、この一番最初に出てきた太陽毛糸さんのルカという糸が合いそうかなと思いました。この糸はコットン 100% で 100g250m です。私はこのパターンはサイズ4の半袖で編みたくて、そうすると糸が 633m 必要なんですけど、ルカで換算するとコーン3つ必要になりました。なので太陽毛糸さんのオンラインショップでお値段確認したところ、約6000円くらいの予算でした。続いてオウミなんですが、これは指定糸がアミリスさんのワンダーラストリネンなんですね。なのでまずは指定糸で考えてみたんですけど、私はこれはサイズ XL で編みたくて、そうすると 1495m 必要なんですね。ワンダーラストリネンは、7カセ必要で、お値段は約13000円ということでした。もうちょっとコスパいい糸を探してみたいなと思って、大体糸をまた同じく糸データベースで探してみました。リネン 100% のライトフィンガリングからレースっていうこの指定糸に近い糸としては、さっきもご紹介したんですけど、沢田イットさんのコネリが近いかなと思いました。これが 50g220m でリネン 60% コットン 40% っていう素材になっていて、色展開的にはちょっとワンダーラストリネンとはだいぶ印象が違うんですけど、代用するとしたらコネリが一番いいんじゃないかなっていう感じでした。で、コネリだと XL サイズの想定で計算してみると7玉必要で、全部で約5500円ぐらいになります。これは半額以下で作れるので、こんな選択肢もありかなと思いました。で、3つ目、デチェーンですが、このパターンの指定糸はケストレルという糸で、これが探してみるとアミリスさんに取り扱いがあったんですよね。これもまずは指定糸で考えてみたんですけど、私はこのパターンは2番目のサイズで編みたくて、そうすると 621m 必要なんですね。で、指定糸だと9カセ必要になってきて、アミリスさんのお値段だと16000円ぐらいになります。で、この糸もコスパのいい代替糸を探してみました。この指定糸がリネン 100% のアランウェイトで、ゲージは14名ということなので、まずは素材をリネンにしてゲージを、13目から15目で探してみたんですけど、ヒットする糸がなかったんですね。なので、素材で縛るのをやめて、素材をリネンにする代わりに季節を春夏にしてみたんですけど、ヒットした中で合いそうなものがなかったんですよね。なのでさらにゲージで探すのをやめて、代わりに太さをアランなので並太とミディアムとバルキーにチェックを入れて検索してみたところ、ヒットしたのがこんな感じでした。で、この一番上に表示されている太陽毛糸のアナナスっていう糸がいいんじゃないかなと思いました。この糸がリネン 65%、ビスコース 28%、シルク 7% という糸で、指定糸よりは結構細いかなとは思うんですけど、これが一番検索でヒットした中ではいいかなと思いました。で、
このアナナスという糸で、お値段を計算してみると、2番目のサイズだと3課製必要になってきて、全部で約7000円ぐらいの予算になります。はい、続きまして、3つ目によくやる夏の服装が、コットンとかリネンの楽なパンツスタイル。こんな感じの、これはユニクロのパンツなんですけど、こんな感じの楽に履けるワイドパンツみたいなのを、すごいよく履いてるんですけど、この上に T シャツとか着て、これもワンマイルウェア的な服装なんですけど、本当に暑くなってきた時期にこんな格好ばっかりです。なので、これは T シャツの代わりに何か手編みのトップスを着てスタイルアップできたら嬉しいなっていう感じで探してみました。一つ目は、ソニアシャツというスザンヌ・ミラーさんのデザインです。このコーディネートもやっぱり基本の一着になるような1枚持っていれば何かと便利なやつがあるといいなと思ってこちらを選んでみたんですけど、すごいミニマルなデザインなんですけど、この袖のここの部分がほんのりドルマンになってたり、あとネックラインとか裾とか肩の後ろの部分にちょっとしたラインが入ってたりして、そういうさりげないアクセントがおしゃれだなと思いました。指定糸はウールとシルクとかウールとコットンっていう感じの糸になっていて、太さはフィンガリングでゲージは24目です。1枚で着ても透けないぐらいの編み地なのかなと思います。で、これはスワッチを編んでみました。というか、これはアクタートップでも編んだ、この工業紙で編んだスワッチです。これがゲージが全く同じだったので、このパターンでも編めるんじゃないかなと思いました。こんな感じの編み地で、ウールのようなふんわり感はないので、素材的にあんまり近くはないと思うんですけど、ソニアシャツは形が T シャツなので、こういうコットンみたいな素材でも合うんじゃないかなと思いました。二つ目は、ギャザーラウンドというエスパストリコットさんのデザインです。基本シンプルなトップスなんですけど、裾にだけちょっとワンポイントがあるデザインになっています。で、指定糸はウールとモヘアを引き揃えた冬糸なので、私は、それに変えてコットンとかリネンの夏糸に置き換えて編みたいなと思っています。ということで、これはスワッチを編んでみました。こんな感じです。この糸も前回の動画で詳しくご紹介していたカールヤーンというちょっと変わったテクスチャーの糸です。素材はコットンコンです。こういう変わったテクスチャーの糸で編んでみても面白いんじゃないかなと思って試し編みしてみました。3つ目がガガーリン。アミリスの落合徳子さんのデザインです。こちらもすごいシンプルなんですけど、ネックラインがほんのりスキッパーみたいな形になっていて、上品な透け感もあっておしゃれだなと思いました。これは指定糸はアミリスのワンダーラストリネンです。ライトフィンガリングの糸でゲージ20目っていうかなりローゲージで作っているので、すごい涼しそうですよね。で、サンプルのような濁りのない綺麗な色で編んでみたいなと思っています。4つ目がオーツというジュリー・トゥーティルさんのデザインです。これは身ごろに透かし編みで大ぶりのグラフィカルな模様が入っているっていう、これだけで結構単なる T シャツを着ているよりかはちょっとおしゃれに見えそうなデザインだなと思いました。でこのパターンは見た目半袖っぽいんですけど、袖の部分はアームホールにちょっとゴム編みを足しただけっていう感じで、ほぼノースリーブですね。ノースリーブなんですけど、ボックスシルエットで身頃がすごくゆったりしているので、その身幅の分肩が落ちて T シャツのように着られるっていう感じになっているというデザインです。指定糸は記載されていなかったんですけど、太さはフィンガリングとのことです。
これは合いそうな糸を探してみようと思います。5つ目がサタワルという広瀬みどりさんのデザインです。ボートネックの周りに枕目編みのような質感のレース模様が入った半袖サマーニットです。このサンプルの写真がすごい素敵だなと思いました。いろんな世代に似合うデザインで、ボートネックに沿って入っているこのまっすぐな感じの模様の効果で首元がすっきり見えるなと思って、これを編んでみたいなと思いました。指定糸はウール 100% のフィンガリングとかウーステッドの糸が提案されてるんですけど、これもラナンケラスと同じで、どんな糸でもいい感じにできますよっていう風に書いてあったので、私は夏用にコットンとかの素材の糸で編んでみたいなと思っています。はい、ということでお買い物計画なんですけど、手持ちの糸で合いそうなのがなかったのが、3つ、ガガーリンとオーツとサタワルでした。なのでこの3つについて糸を探してみようと思うんですけど、まずガガーリンは、これはアミリスさんでキットのみの取り扱いなんですよ。なので、アミリスさんのオンラインショップを覗いてみたんですけど、私はサイズ M か L で編みたいなと思っていて、その場合、お値段が9460円とのことでした。それで2つ目のオーツは、これはフィンガリングの糸でゲージが22目だったので、これは条件を季節を春夏にして、ゲージを21目から23目にして検索してみました。で、検索結果がこんな感じなんですけど、この一番トップに出てきた太陽ケイトさんのバカンザという糸がいいんじゃないかなと思いました。この糸は 100g380m のコットン 100% の糸で、色味もパターンに合いそうな程よくカラフルな色で、私はこのパターンは L サイズで編みたいなと思っていて、そうすると 1200m 必要だったんですね。で、バカンザで換算するとコーンが4つ必要でした。で、太陽ケイトさんのオンラインショップでお値段確認したところ、約7000円でした。で、3つ目のサタワルの糸を探したんですけど、このパターンの指定糸がウーステッドでゲージ14目っていうことでした。夏糸に置き換えて編みたいので、条件を季節を春夏にして、ゲージを指定の14目から1目ずつ前後に余裕を持たせた13目から15目で探してみたんですけど、あんまり合いそうな糸が見つからなかったんですよね。なので、ゲージで縛るのをやめて、ゲージの代わりに糸の太さを並太とミディアムにチェックを入れて検索してみました。で、検索結果がこんな感じだったんですけど、私はこの中のこのソルベというフースさんの糸がいいんじゃないかなと思いました。この糸がどんな糸かというと、コットン 80%、リネン 20% という 100g270m の糸で、フェザー調のユニークな糸という説明がされています。そんなに激しくない感じなので、ヨークの模様編みも邪魔しないかなと思って、この糸がいいんじゃないかと思いました。あと色味もパターンとすごく相性が良さそうだなと思いました。で、私はこのパターンはサイズ L か XL で編みたいなと思っていて、そうすると、478m から 520m の糸が必要ということでした。ソルベに換算するとコーン2つ必要とのことで、フースさんのオンラインショップで確認したところ、4400円ということでした。これはすごいコスパがいいですね。ということで今回は、この夏の編み物の計画として、いつも着ている GU とかユニクロの服に合わせてコーディネートできそうなパターンを探してみました。3つのコーディネートで考えたので、それぞれ1着ずつ全部で3着ぐらいこの夏に編めたらいいなって思っています。
皆さんもこの夏編んでみたいと思っているパターンがあったら、ぜひコメント欄で教えてください。ということで今回の動画はこれでおしまいです。また次の動画でお会いできればと思います。さようなら。